買ってきたものをまとめて紹介したいなと。トーベ・アンソンさんっていうすごい楽しかったので抜き抜きです。フローレンじゃなくてスノークのお嬢さん、ちょっとチルしてるの可愛いなと思って、ちょっと絵柄が違う。Got me thinking of the times we took off on the road. Can't remember where we headed that night. Know how it felt, I won't forget that. Windows down and open top. But we were clever not to take it too far. Though it's hard not getting tempted. Calling you up to see how you've been. Cause don't I miss you and all those things we did back then. Way back then. It's funny how time roll by. Is it 12 years since last time? Where'd you go? What's the score? Did you find what you were looking for? I never see you anymore. I can't remember what we did that day. We were blowing off steam in Paris, but I wanted to stay cause I know how it felt when we raised hell. I won't forget that. But we were clever not to take it too far, though it's hard not getting tempted. Calling you up to see how you've been, cause don't I miss you and all those things we did back then. Way back then. Killing time, Friday night, found a photograph of us. Can't remember what we did that time. We were spending one night in Venice. It just slipped my mind. I just know how it felt. I won't forget that. Windows down and open top. But we were clever not to take it too far. Though it's hard not getting tempted. Calling you up to see how you've been. Cause don't I miss you and all those things we did back then. Way back then. Way back then.こんにちは、えりこです。この前のフィンランドの Vlog 見ていただけましたでしょうか。今まですっごく行きたいなっていうふうに思ってた国の一つだったので、3日間っていうちょっと短い時間での旅行にはなったんですけど、結構自分なりに行きたい雑貨屋さんだったりとかサウナもたくさん回れて、すごく濃い3日間だったなというふうに思ってます。でそこで
お土産もそうなんですけど、自分たちのお家に必要なものだったりとか欲しいものもお土産でたくさん買ってきたので、今回は買ってきたものをまとめて紹介したいなと思ってます。で、メインはフィンランドのお土産なんですが、直前にはエストニアにも1週間ぐらい長く滞在してたので、そこで買ってきたものも混ぜこぜにしながら紹介したいなと思います。すでにクリスマスの飾り付けで飾ってるものとかもたくさんあるので、ぜひ最後まで見てください。今回も僕がちょっと後ろからね。そうです。で、今カメラの後ろにいてくれてるんですが、前回というかちょっと前のルームツアーの動画でもちょっと会話しながら紹介して、お二人で会話した方がスムーズに喋れると思うから、そうですね。なのでちょっと会話形式な感じで紹介します。まあ基本的には、えりこちゃんが紹介してもらって、そこに、僕は一視聴者目線で、聞いていければなと思ってます。はい、では紹介していきます。で、まず、ざっくりどんなものを買ってきたかっていうのを、ジャンルにちょっとまとめてみたいなと思うんですけど、ムーミングッズ、マリメッコ、本類と、あとクリスマスの飾り付け用のグッズ、その他って感じですね。じゃあムーミンから紹介します。まずさ、ムーミンってすごいフィンランドで有名なんだっけ？ムーミンはね、フィンランドで有名。トーベ・アンソンさんっていうその作家の方がフィンランドの方で、フィンランドもそうだし、でもエストニア行った時も結構ムーミングッズ売ってたので、本屋さんとかあったね。北欧といえばムーミンって感じだけど、発祥はフィンランドですね。Vlog 見ていただいた方はわかるかもしれないんですが、ムーミンショップがフィンランドは3つあって、それに全部私たち行きました。大体は一緒だけど、少しずつなんか売ってるものも違くって、でいろいろ買ってきたのと、スーパーにもムーミンのお菓子とかたくさん売ってるので、そこからいくつか買ってきました。じゃあまずムーミンショップで買ったアイテムたちを紹介します。なんかたくさん買いました。想像より買ったね。買ったのがここにあるものたちと、あとクリスマスツリーに飾ってるものがあります。で、先にこっちにあるものを紹介していきます。まずこちら、アドベントカレンダーです。アドベントカレンダーってさ、みんな知ってるのかな？ね、どうなんだろうね。いや、有名じゃないのかな。でも最近無印とかにも店頭にアドベントカレンダー並んでるから、トレンドではあるような気はするけど、知ってますか？12月の1日から順番に開けてくんだよね。クリスマスまで12月カウントダウンしていくカレンダーで、多分発祥はイギリスとかアメリカとかキリスト教の文化で、最近日本とか他の国でもクリスマスの時期になるといろんなブランドからアドベントカレンダー出てます。なんかシュトーレンみたいだね。シュトーレンもさ、ホールで買って1日から食べるんでね。そうなんだ。そう。知らなかったです。知らなかった。そうなんだ。いいね。そうそう、確かそんな感じ。なんかね、私たちも去年からアドベントカレンダーをやり始めて、で去年すごい楽しかったので、今年もこれと、あと自分たちで作ったアドベントカレンダーを楽しもうと思ってます。1日2個ゲットできるね。そう贅沢で、次これ何かというと、じゃじゃん、カトラリーセットです。木のフォークとかスプーン、ストローとかお箸までついてる。お箸ついてるのなんかすごいね、そのフィンランドにね。そうそうそう。私たちたまにキャンプに行ったりとかアウトドア行くので、その時にこれで持ってったら便利なんじゃないかと話して買うことにしました。いい感じのなんか北欧っぽい木の色合いだよね。そうだよね。なんか優しい感じの、ちょっとなんかナチュラルな色っていうのが北欧っぽいなっていうふうに思うかも。そうだね。次はこちらのニョキニョキです。ニョロニョロね。
我が家ではこちらもニョキニョキっていうお名前にしました。あまりにダサいっていうのもニョロニョロなんですけど、ちょっとあまりにも私がニョキニョキって言っちゃうものでニョキニョキになりました。よく言い間違えるんだよね。そう言い間違えちゃって、なぜかこれも彼がぬいぐるみを置くのがなんか好きらしくて、昔からなんかニョロニョロ好きなんだよね。ニョロニョロが好きなんだ。うん。ぬいぐるみも好きなんだよね。ぬいぐるみも好き。ぬいぐるみも好きだけどなんかニョロニョロが好きなんだよね。ニョロニョロ好きなんだ。可愛いね。まあ、ただのぬいぐるみだけどなんかちょっとこううちのお家さ、結構シンプルめというかさ、なんかそうだね、シックなものが多いから少し和らいだ雰囲気も欲しいなと思って。そうだね、確かに私だと結構買わなくて、こういうキャラクターもの買わないので、でも白だからなんかそんなにこう主張もせず、そういつもうちのソファーに鎮座してるね。鎮座してます今。結構存在感あるはい、お次はこちら、ちょっと細々してるんですが、ポストカード、コースター、マグネット、マッチ、ケースです。ちなみに余談なんですが、みんなムーミンは好きですか？いや雑な余談私ムーミンが結構大好きで、ちっちゃい時すごく大好きで、ただ大人になってから日本のムーミンショップとかもあんま行ってなかったんですけど、せっかくフィンランド行くっていうことでちょっとムーミン欲が爆発しちゃって、細々したのもたくさん買ってきました。そうで、私はアニメをめちゃくちゃ見てたので、本当はなんかフローレンはスノークのお嬢さんっていう名前。そう、日本のアニメ版だとフローレンっていう名前なんだよね。それを初めて知って、あ、フローレンじゃなくてスノークのお嬢さんっていう名前なんだと思って、でももうフローレンって、頭にあるのでフローレンっていう、もうフローレンになりました。フローレンです。この女の子、ムーミンにこう髪の毛あるみたいなのがフローレンだよね。そう髪の毛あるみたいなのがフローレン、女の子。教えてほしいね。なんかムーミンのアニメ見てたか、コメントとかで教えてほしいよね。教えてほしい。私はね、動物がなんかこう動物園から出てくるみたいな話が好きなの。脱走するみたいなやつ。脱走するみたいなやつがすごい印象に残ってて、それにいろんなキャラクターね、結構大集合してるんだけど、それが好きですっていう余談をしながら、まずポストカードです。でポストカードはいくつか種類買ってきて、一つはクリスマス仕様のイラストのポストカードと、あとはこれは普通に可愛かったので。その大きいの誰？わかんないのよあとは本の表紙になってる絵という感じで、これをちょっと冷蔵庫とか飾れるところに飾ったりしたいなと思ってます。でなんかカラフルでなんかいろんなキャラクターのマグネット売ってたので買ってきました。ちなみにどれがお気に入りですか？お気に入りはこの子かな。誰？あ、博士だ。ヘムレン博士。あんまりね、日本でヘムレン博士いないもんね。いなそうだよね。そう、好きなんだよね。あとスニフでしょ。ニョロニョロもかわいい。はい、次コースター。これはスナフキンとミーのコースター買いました。でこれ普通に絵柄も可愛いなと思ったんですけど、香りがすっごくいい香りで、そうなんだ。それに気に入って買いました。嗅いでみて。いい香り。いい香りでしょ。私たちサウナ巡りをする旅だったので、結構ね、その香りがそのサウナでこう嗅ぐようなちょっと香ばしい香りっていうか。そうだね、なんかちょっと燻製っぽいというか。そう次こちら、マッチです。これこの前のクリスマスメイクオーバーでも紹介したんですけど、可愛くないですか？そのマッチの棒出す意味あったの？ないで、ムーミンパパのイラストが書いてあって、これ最後の空港行った時にレジの横にあって、あ、これ可愛いと思って、いくつかねイラストがあって、なんかマッチだからちょっとチルしてるの可愛いなと思って、ムーミンパパのイラストのやつにしました。4、5種類あったよね。そう、4、5種類あって、
これなくなっちゃったらここの中のマッチを入れ替えて使い続けたいなと思ってます。かわいいこれ。次こちらです。ムーミンの本です。私たち本が好きなので何かしら日本に持って帰れたらいいなと思っていろいろ探してて、その中から一つこれを選びました。で選んだ理由はうちにパッケージというか表紙想定がすごくムーミンが写ってて可愛かったのと、あと中が、基本的にはフィンランド語なので中全然読めないんですけど、文章じゃなくてこの本は漫画で構成された本になっているので、フィンランド語が分からなくてもなんとなく読むことができそうと思ってこれを選びました。で最後ムーミンショップで買ったアイテムはオーナメントです。でオーナメントは4つムーミンショップで買ってきて、まず2つ先に紹介すると、これがアラビアとムーミンのコラボのオーナメントです。このアラビアっていうのがこういう陶器のフィンランドで有名なブランドで多分知ってる人も多いと思うんですが、アラビアのオーナメントです。結構ムーミンなので可愛くなりすぎちゃったりすると思うんですが、これは配色がそこまで多くないし、イラストもさりげない感じが可愛くて、この2つ選びました。高級感もあってグッと。なんかあれだよね、その行きの空港の時はさ、下のさ青の一色のやつしか見つからなかったじゃん。なんだけどなんか帰りの空港行ったら右上のあったよね。そうその赤いやつ。なんか売り切れたのか何なのか分からないけど、で最後これを見つけてこれも買ってこうって言って買ってきました。クリスマスカラーで可愛い。可愛い。で3つ目はこちら。じゃあ普通にムーミンショップのアイテムだと思うんですが、なんかいろんな絵柄があって、その中でもこの絵柄がちょっとみんな楽しそうにしてるのが可愛かったのでこれを選びました。なんかさ、なんかのコラボじゃなかった？なんか確かにコラボ。フォーミュラみたいな。そうかも。コラボじゃなかった？そうかも。なんかのコラボでやった。だよね。で最後こちらです。これはさっきと同じブランドとのコラボアイテムだと思うんですが、こっちは絵柄がムーミンとフローレンがハグしてる絵柄です。かわいい。後ろからと前からのね。ちょっと絵柄が違う。ムーミンショップはこんな感じで、次はスーパーで買ったものを紹介します。スーパーで買ったのも、ムーミンのものが多いんですが、まずクッキーとマスタードを買いました。マスタードはムーミンじゃないね。これはムーミンじゃない。普通にマスタード。食べて買ったわけじゃなくて、多分美味しいだろうっていうのでいくつか買ってきたんですが、これはもうすでに今食べてて美味しいよね。なんかあれだよね、そのサクッとさ、スーパーで買えるし、そんなに高くもないから、確か1個400円ぐらい、300円400円ぐらいだったと思うから、友達へのお土産とかにちょうど良さそうだよね。お土産にちょうど良さそう。そう、マスタード、唯一ね食べ物で買ってきたのがマスタードです。ビスケットも買ったよ。ビスケットもそうビスケットも買ったんだけどさ、そのなんていうの、食料というか、フィンランドのマスタードが結構有名というか、お土産におすすめっていうのを結構情報で見たので、マスタードたくさん確かに売ってて、スーパーにいろんな種類売ってて、でその中でなんか誰かが記事にしてくれてる一番美味しいマスタードのブランドこれですみたいなのを買ってきました。これを使った料理を作ってみようかなと思ってます、ね。なんかちょっと味的にはどうなの？味的には今もウインナーとかにつけて食べてみてるんですけど、結構甘めだよね。ハニーみたいな。わかる。なんかちょっと結構ピリッと辛さもあるけど、割と甘めだよね最初。甘め。スーパーで買ってきたのはこんな感じです。次はこちら、マリメッコの買ってきたものを紹介します。でマリメッコはフィンランドヘルシンキに私たち行ってたんですが、もう本当にコンビニぐらいコンビニというのかな。いやでもコンビニぐらいあるね。大阪のたこ焼き屋さんぐらいある。
分かりづらい。本当に歩いて5分とかで結構そうだね何店舗も見つかるぐらいあるね。あとはね、うんそのヘルシンキの多分一部のあそこのうん、メインだと思うけど、もうそこには5、6店舗ぐらいあるんじゃないかな。もっとあるかな、なんかそんな感じはするね。ね、たくさんありました。なんですがそのヘルシンキのメインのところから車で30分ぐらい行ったところにマリメッコの本社とアウトレットがあるので、そこに私たち行ってきました。でそこで全部買ってきたものっていう感じです。なんかアウトレットは本当に日本のマリメッコからすると半額半額以下なんじゃないかな。ね。なんか結構日本で買うと高いよね。日本で買うと高い。ニットとかさ、うん、日本で買ったりオーストラリアで買ったりしたらさ、あれ5万円ぐらいするじゃん。5万円する。5万円ぐらいするけど、本社アウトレットだったらまあ1万5千円とか、とか2万とか、2万しないぐらいじゃなかった？うん、たくさんいいのありました。ぜひヘルシンキ行くなら行ってみてほしい、はい、じゃあ詳しく説明していくよ。なんでそんなさ、できる仕事上司みたいな言い方なの？じゃあ詳しく説明していくよ。ちょっと服たくさん買ってきたので、それ以外のものを紹介します。まずこちら、鍋つかみです。これ別々に売ってたんだよね、確か。うん、1つずつで2つあった方が便利なので2つ一緒に買いました。配色がね可愛くて買っちゃいました。こちら、これ妹にこの柄のトートバッグもお土産に買ってきました。街中でこの柄のトートバッグ見たらエリコちゃんの妹かもしれないね。確かにそう思っていただいて。で次がこれナプキンです。もうちょっとでクリスマスなので、クリスマスっぽいなんか飾れるナプキンあったらいいなと思ってこの2つ買ってきました。これは普通にクリスマスとかじゃなくても全然使えそうな感じ。なんかでもあれだね、マリメッコだと思うとさ、ちょっともったいなくて使えないんだよね。そうなんだよね。ちょっと IKEA のやつとちょっと混ぜこぜにしながら大事に使おうと思ってます。友達来た時とかで。服類を紹介していくんですが、まずこちら靴下です。可愛いね。うん、可愛い。私基本的にベージュとか黒とか結構シンプルなくるぶしだけのソックスが好きで履いてるんですが、久しぶりにこういう柄でちょっと長めの靴下買ってみましたね。思ったより高かったんだよね。うん、高かった。あ、靴下にこんなにするんだみたいな。なんか2500円、円換算だと2500円ぐらいしてたよね。うん、定価はね5000円とかするんだけど、それよりは安いんだけど高い。大事にこれも使います。最後服です。で服なんですが4着買ってきて、で1着はこちらです。それ可愛いね。これ可愛い。なんかちょっと袖口もさ、少し切りっぱなしというかさ、うん、なんかちょっと変わった感じで切りっぱなし、こう全部出すとちょっとこうダボってなっちゃうのでまくって使ってます。これはマリメッコっぽくないんだけど、普通に普段着で全然着れるし、とは言ってもなんていうの、アクセントになるというか結構印象的な柄なので気に入ってます。これ次がこちらのニットです。これもね結構使いやすくて可愛いよね。そう柄大きいんだけど、そんなにこう配色がさ、うん、こう目が痛くならない配色というか、うん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 、優しい配色だから着やすいよね。そうだね、優しい配色。確かにグレーとちょっとこうベージュっぽいホワイトというか、オフホワイトっぽい。オフホワイトみたいな感じで、これ気に入ってます。私150センチ、身長が150センチで結構ちっちゃいので、海外行くと自分に合ったサイズあるかなってすごい心配になっちゃうんですけど、意外とありました。あったね。うん、これも XS でちょうどいい。で次がこちら、これロングスカートです。わかんないか。さすがにそれと一緒だとガラガラだね。そう、これも上が白とか白のブラウスとか黒とか
ネイビそうだね、上シンプルにするか、ー。まあ、茶色とかで下から色拾うかするとそうだね結構合わせやすそうだよね。で最近も着てるんですが、ちょっとラグジュアリーとも言わないけど、なんて言うんだろう、ちょっとフォーマルな時でもちょっと使えるかなと思って、私結構こういうガラガラの服着ないので、ちょっと勇気を持って買いました。これもウニッコ柄のワンピースです。これ150ユーロです。150ユーロか。だまあ2万2000円ぐらい。そうだね、くらいです。それきっと高いね、日本で買うと。これ高いね、多分。はい、服そんなもんですか？マリメッコのお洋服はこんな感じです。でマリメッコ最後のやつがこちらです。フラワーベースです。日本だとあんまりこう大きなフラワーベースってあんまり売ってないような気がしてるので、そう持って帰りたいなと思って買ったよね。そうなんかそれはアウトレットなんだけど、デザインはなんか多分現行最新のやつで、ちょっとなんか B 品みたいになったんだよね。ちょっと気泡があるとかで、多分売り物にできないからアウトレットで売ってるっていうものだったから、結構プライスダウンしてたよね。半額ちょい以下ぐらい。そう大きかったけど頑張って手荷物で持って帰ってきたね。そうだね、ガラスだからなるべく割れないような形で手荷物で持ってきました。ダイニングテーブルに置いてるとしっかり存在感があっていいよね。そうだね、ちゃんとこういう大きな木とかも飾れるというか気に入ってます。じゃあここからは雑貨屋さんで買ったアイテムとかを紹介していきます。でまずこちらです。こちらがイッタラのキャンドルホルダーです。でマリメッコって書いてあるので、マリメッコとコラボのキビっていうキャンドルホルダーで結構有名なシリーズなんですが、こちらを雑貨屋さんで見つけて買いました。アンティークショップみたいななんか雑貨屋さんだったよね。新作売ってたの？新作も売ってる。ヴィンテージと新作がこう混ぜこぜになってる雑貨屋さんで買いました。これ結構有名なシリーズで、色もたくさん種類があって、どれにしようかなっていうふうに迷ったんですが、なんて言うんだろうな、これはグリーンというかオリーブというか、これを選んでみました。でこれで最近はキャンドルつけて、でそのキャンドルつけながら本読んだりとか、ディナー食べたりとかしてます。なんかね、結構シンプルなんだけど、やっぱりそのフィンランドで買ってきたっていうのもあって、これでキャンドルつけながらなんかゆっくりできると、ちょっと北欧気分になれるというか、なんかそういう気持ちになれるキャンドルホルダーです。ちょっと余談の話をすると、これフィンランドのレストラン行った時に、サーモンスープを食べたんですけど、そのテーブルのところにもこれと同じキャンドルホルダーが普通にあって、なんか本当に日常でイッタラとかのものを当たり前にこう使う文化があるんだなっていう風にこう実感できて、で同じキャンドルホルダーを持ってきたらちょっと思い出に浸れるかなと思ったのもあって買いました。なんかあれだよね、フィンランドとかさ、すごい自分の国のブランドを大事にする感じあったよね。そうかもしれない。なんかいろんなお店、レストランとか行っても結構マリメッコの布とかさ、あったあった。イッタラとかアラビアの、なんかその食器類、とか使ってるのすごく多かった気がする。すごく多かった。あとすごいなと思うのがさ、ユニクロとか無印とかはさもう馴染んでると思うけど、その結構シンプルじゃん。でもさマリメッコとかはさ、マリメッコだっていう風になんか分かる柄とかものだったり、そのアラビアとかもさ柄が結構印象的だったりするから、それが浸透してるのがすごいなと思ったかも。確かにね。じゃあちょっと場所を移動してすでに飾ってあるものを紹介します。まずこちら、これクリスマスツリーとトントゥかな、トントゥっていうの？トントゥトントゥじゃなくて？違う、フィンランドの妖精かな。こちらはアーリッカっていうフィンランドの木の雑貨がいろいろ売っているお店で買いました。
でこちらもいろいろグリーン、レッド、ホワイトとかいろんな妖精さんがいて、どれにしようかなっていう風にめちゃくちゃ迷ったんだけど、グリーンがちょっと数少なくてちょっと珍しかったのと、主張しすぎず可愛いなと思って買いました。でこのトントゥと一緒に合わせるべくこちらのツリーも買いました。で最後こちら、これもイッタラのグラスです。グラスで多分本当の使い方はお酒とかなんかちょっと多分お酒かな、強いお酒とかを入れるウイスキーとか、ロックグラスって感じなんだ。多分そうだと思うな。でなんとなくいいなと思って買ってきたんだけど、そのグラスとしては今一旦使ってなくて、これイルミネーションっていうかこのキラキラするものをちょっと受けるお皿というか器みたいな感じで今使ってます。でも飾りとしてもすごく可愛いというか、デザインいい感じだね。で最後こちらはエストニアで買ってきたものになります。サクッと紹介していきます。まずこちらはエストニアの写真集です。これはあれだよね、なんかエストニアのいろんなところで撮られた四季折々の写真があるって言ってたよね。そう四季折々のエストニアで撮った写真で、これもさっきムーミン買ってきたのと一緒で、その国のなんか本とかを持って帰れたらいいなと思って本屋さんいろいろ巡ってて、これかなっていう風に一冊選んで買ってきました。やっぱりエストニアに行ったので、エストニアザ・エストニアの写真集っていう感じなのと、とはいえ首都だけじゃなくて結構エストニア各地の写真が並んでて、写真もすごくいいなっていうふうに思うもの多かったのでこれ選びました。次がちょっとこちら変わってるんですが、簡単に言うとカードゲームですね。サクッとそれは結構僕の意向が入ってるので、言うと僕は写真を結構やってることが多くて、エリコちゃんとも写真を撮りに行くことが多いので、なんかお題とかが書いてあるんだよね。そうなんかどういうところに気をつけて撮ろうとか、これはどういうコンセプトで撮られた写真とかいうのがあるので、それのテーマに沿って今日はこれ写真撮ろうかとか、そういったことができるものになってます。そうです。2つとも似たような感じだね。こんな感じでなんかいろんなカードがあって、じゃあ今日これなんかランダムに引いてこれをテーマに写真撮ろうみたいな感じで遊べるゲームで、初めて見たしね、なんか寄って撮ろうとかさ、もう少し寄って撮ろうとか、構図に気をつけて撮ろうとか、そういうお題が書いてあるって感じですね。なんか写真これからももっと頑張りたいなと私も思ってるので、ちょっと自分の写真の幅を広げるためにもなんかちょうどいいかなと思って買ってみました。次こちらです。これはタリンのマグネット。タリンの街並みがすごくカラフルで可愛かったので、ちょっと思い出せるマグネットあったらいいなと思って見つけました。これも冷蔵庫につけようと思ったけどちょっと考え中なんかこうやってどっかに行った時のさ、旅のものがあるのは、なんかいいよね。自分たちの旅の思い出を残しながら自分の家を構成してるみたいな、だから結構最近はね、旅行くたびにちょっとその土地の写真集とかマグネットとかね、カゴとかね、そうポストカードとかアートとかそういうのを持って帰れたらいいなと思ってます。で次こちらのスリッパです。これはトクっていうブランドのエストニアのデザイナーさんが作ったスリッパです。でこれ買ったのは海外のホテルって基本的にはこう普通に靴で上がって過ごすところだと思うんですが、私たち日本人なのでいつどこに行ってもなるべくスリッパとかで過ごしたいなっていうのがあって、ただその時私たちエストニア行った時スリッパ持ってなかったので、だったらエストニアのスリッパ買おうっていうことで2つ私のと彼のそれぞれ買いました。
で、そういう感じでちょっと必要だったから買ったんですが、もう今ちょうど寒くなってきて、夏用のスリッパから冬用のスリッパに変えて、もう冬用のスリッパって感じで使ってるんですが、すごく使い勝手いいですね。どう使い勝手がいいの？あったかいあったかいね。あったかい。やっぱりエストニアだからさ、北欧じゃん。北欧でもこう履きやすいようにっていうことなのか分かんないけど、すごくあったかい。あったかい上になんか先っちょがさちょっとだけ穴開いてるじゃん。うん。だからなんか通気性良くてあんまり蒸れないのもいいし、あとはなんかリサイクル材かなんかを使ってるから環境に関してもなんかいいよね。気持ちよく使えるって感じはする。そうだね。で色もいろいろあるし、底とかもね結構しっかりしてて、持ちがいいんじゃないかなと思ってます。最近はもうこれがないとちょっとどこ行っちゃったんだろうって探すぐらい愛用してます。で最後これもタリンの旧市街でアーモンド屋さんがあって、でそこでちょっと買ってみました。なんかいろいろ試食させてもらって買ってみて、まだ食べてない。何味だっけね。ソルティーアーモンドだ。ソルティーというわけでここまで紹介してきました。その中でさ一番なんかお気に入りのアイテムとかあるの？お気に入り、これが一番なんか使ってるとかさ。使ってるもの、飾ってるのはねもうすでに飾ってるからお気に入りだけど、お気に入り、印象深いやつとか。印象深いやつ、やっぱりこれかな。あ、それなんだ。言ったらなんかねいいんだよね、キャンドルフィンランドで買ってきたキャンドルホルダーにキャンドルを灯す、キャンドルを灯すっていうのが結構文化じゃん。日本にはあんまりない。海外あるよね。そのオーストラリアとかもキャンドル結構売ってたもんね。そうだからそのフィンランドで買ってきたこのキャンドルホルダーに火を灯してゆったりするっていう、ちょっと生活で余白がないと使わないものじゃん。なんかその余白をこう年齢とともに意識するようになった感じもするよね。わかるなんかすごいまとめられちゃってるけどいい感じにまとめてくれたけど、そうこれをつけるときはなんか自分に余裕があるなっていう風に思える時だから、これを使ってる時が一番自分で満たされてる感じが最近してます。だから、これじゃなくてもいいと思うけど、なんかその土地の文化とかを取り入れようと思って何かを買うとかっていうのは結構いいなっていう風に思いました。最近えりこちゃんのナイトルーティンにも組み込まれてるもんね。キャンドルつけて本を読む、それができた一日はいい一日だったなって思えるから。ってことでこのままで終わっちゃうのもちょっと味気ないなと思うので、せっかくなのでさっき紹介したマスタードを使ってランチを作ってみたいなと思います。Busy since you went away. I'm just flipping through your pictures, I can tell you okay. Think I need help to feel as happy as you. Could you tell me what I'm supposed to do without you? It's like I'm just seeing empty faces staring from across the room, when all I want is to get out of here and back to
get out of here and back to you. On my way home, I stop at your window. I should've known I should have known it's like get out of here and back to you. On my way home, I stop at your window. I should've known how much it hurts when you still love somebody. 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 Somebody. これ初めてだ。できない。甘い。ちゃんと甘みあるね。うん。美味しい。うん、美味しいね。うん。両芋はただ炒めただけ。あ、ベビーリーフさ、ドレッシング使ってみようよ。ガーリックの。美味しくない？私がすごく好きな理由はこういう持ち手にかけてじゃじゃん、一番私が使ったんじゃないかなと思う